みんな、動画を見てくれてありがとうなのだ。ずんだもんなのだ。今回は、北欧の美しい国、ノルウェーに注目していくのだ。実はね、ノルウェーにはとっても面白い豆知識があるのだ。なんと、ノルウェーの軍隊には、本物のペンギンなのに、勲章っていう、めちゃくちゃ偉い階級を持つ騎士がいるらしいのだ。聞いて驚くのだ。面白い国なのだ。今日はそんなノルウェーから、なんと5つのニュースをずんだもんがピックアップしてきたのだ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。ノルウェー、悪天候警報発令で暴風雨エイミーに厳戒態勢という記事なのだ。今、ノルウェー南部では、カリブ海で生まれたハリケーンの残骸が、とんでもない暴風雨となって接近しているらしいのだ。赤警報まで出てる地域もあるから、一体どんな状況なのか、ずんだもんと一緒に詳しく見ていくのだ。それでは早速、ノルウェーの最新情報、一緒に見ていくのだ。皆さん、北欧の美しい国、ノルウェーを紹介するのだ。スカンジナビア半島の西部に位置し、世界遺産にも登録された雄大なフィヨルドが有名で、首都は自然と調和した魅力あふれるオスロなのだ。古くはバイキングの時代に海洋国家として栄え、その後デンマークやスウェーデンとの連合を経て、1905年に独立したのだ。現在は立憲君主制のもと、国民の意志が尊重される民主主義国家なのだ。人口はおよそ540万人と、豊かな国土に比べて決して多くはないのだ。主要産業は、北海油田から得られる石油や天然ガスが経済を支える一方で、世界トップレベルの酒養殖に代表される水産業、そして海運業も盛んなのだ。豊富な水資源を活用した再生可能エネルギーの先進国でもあるのだ。自然を愛し、ウィンタースポーツやアウトドア活動が文化に深く根付いているのだ。高福祉国家としても知られ、国民の生活水準は非常に高いのだ。最近では、脱炭素社会への移行に積極的に取り組んでいて、電気自動車の普及率は世界一なのだ。自然の恵みを大切にしながら、持続可能な未来を築いている、それがノルウェーという国なのだ。一つ目のニュースなのだ。今日のノルウェー、金曜日のニュースまとめ、という記事なのだ。ノルウェーの今日のニュースをずんだもんがまとめるのだ。金曜日はいろいろなことがあったのだ。まず、ノルウェー南部では今夜からひどい嵐が予想されているのだ。最大で秒速40メートルの突風が吹く可能性があって、スカゲラック沿岸と東部内陸は特に警戒が必要なのだ。赤い警報が出ている地域もあるくらいなのだ。カリブ海のハリケーンの残骸が原因で、木が倒れたり、停電したり、好調になったりするかもしれないから、屋外の下部やボートはしっかり固定して、安全に気をつけるのだ。フェリーも運休になったのだ。次に、訓練中にいなくなっていた兵士5人が、なんと全員無事に見つかったのだ。木曜日から行方不明になっていたから、みんな心配していたのだ。警察の発表によると、兵士たちは健康状態も良いみたいで、本当に良かったのだ。それから、ノルウェーの9月末の失業率は 2.1% に下がったのだ。およそ6万2000人が失業登録されているけれど、これは先月より少し改善されていて、コロナ禍の前よりも低い水準を保っているのだ。経済が少しずつ良くなっている証拠だといいのだ。最後に、バルダフォス空港の近くで不法にドローンを飛ばした中国人夫婦が、制限区域内の写真を撮っていたことが分かったのだ。空港から 5km 以内はドローン禁止区域なのに、撮っちゃダメなものを撮影していたのだ。夫婦は一旦解放されたけど、ドローンやパスポートは没収されて、国外追放になるかもしれないのだ。観光客だったのか、何か別の指示があったのかは、まだ分かっていないのだ。金曜日のノルウェーは、自然災害のニュースや良いニュース、ちょっと困ったニュースなど、いろいろあった一日だったのだ。二つ目のニュースなのだ。米国籍離脱のメリットとデメリット。
という記事なのだ。アメリカ市民権の放棄は税金や個人の事情でとっても難しい決断なのだ。海外に住むアメリカ人さんにとってはシンプルで費用を抑えられる場合もあるけれど、法的なことや感情的な影響もあるから、よく知ってから決めるのが大事なのだ。多くの人が放棄を考える大きな理由はやっぱり税金なのだ。アメリカは全世界の所得に税金をかけるとっても珍しい国なのだ。だから海外に住んでいても毎年アメリカに確定申告しないといけないし、いろんな書類の提出義務もあるのだ。これには時間もお金もかかるし、複雑な税制のせいで二重課税になったり、海外で銀行口座を開くのが難しくなったりすることもあるのだ。じゃあ放棄するとどんなメリットがあるのだ。一番はアメリカの税務申告の義務から解放されることなのだ。最終申告が終われば、海外の所得についてアメリカに申告する必要がなくなるのだ。これで二重課税のリスクも減るし、自分の収入をもっと手元に残せるのだ。遺産や贈与に関する税金も新しい国のルールだけ考えればよくなるからシンプルになるのだ。それに海外の金融商品にもっと自由にアクセスできるようになるし、移住先の国との一体感が深まる効果もあるのだ。でもデメリットもあるのだ。もし資産をたくさん持っている人だと出国税という重い税金がかかることがあるのだ。アメリカの領事サービスや政府の保護も受けられなくなるし、メディケアのような給付も受け取れなくなるのだ。さらにアメリカに入国するときには他の外国人と同じようにビザが必要になるのだ。これは結構驚く人もいるみたいだから心づもりが必要なのだ。精神的にも故郷との法的なつながりを手放すのは寂しい気持ちになったり、アイデンティティの危機を感じたりするかもしれないのだ。手続きには約2350ドルと弁護士費用などもかかるのだ。この決断は絶対に軽く考えてはいけないのだ。無国籍にならないように先に別の国の市民権を確保しておくことが大切なのだ。放棄の手続きは大使館か領事館を訪れて費用を払い、過去5年間の税務コンプライアンスを証明して最終的な税務申告をしてから宣誓をするという5つのステップを踏むのだ。自分の状況をよく考えて専門家と相談しながら慎重に決めてほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。ノルウェー悪天候警報発令で暴風エイミーに厳戒態勢という記事なのだ。ノルウェー南部では金曜日の夜から嵐エイミーが接近するのだ。カリブ海で発生したハリケーンフンベルトの残骸が強い風と雨をもたらす予報なのだ。ノルウェー気象研究所からは赤、オレンジ、黄色の厳しい気象警報が発表されているのだ。特に東部の内陸地域とスカゲラック沿岸は最も影響を受けるとされているのだ。スカゲラック沿岸では極めて強い突風、テレマルクとベストフォルの一部では極めて激しい雨に対し最も厳しい赤警報が出ているのだ。この嵐によって木が倒れたり停電が起きたり、沿岸地域では高潮で水位が上昇したりする可能性があるのだ。クリスチャンさんとデンマークのヒアツハルスを結ぶフェリー便やオスロ、スタバンゲルからクリスチャン山域の夜行列車は運休しているのだ。大体の交通手段は手配される見込みなのだ。電力会社の担当者さんは地域の人々に停電への備えを呼びかけているのだ。パワーバンクを充電したり緊急用の物資を確認したりする必要があるのだ。複数の場所で同時に送電線に木が倒れると復旧に時間がかかることもあるから注意が必要なのだ。緊急サービスの担当者さんも一番危険な地域に住む人々には携帯電話とパワーバンクの充電をしっかりしておき、さらに代替の暖房源や照明、マッチなどを準備しておくように言っているのだ。できるだけ外出はせず屋内にいるのが良いのだと強く呼びかけているのだ。
風で物が飛ばされたり、木が道路や電線などの大事なインフラに倒れたりする危険があるからなのだ。ノルウェー公共道路管理局も、南部の一部地域では道路を安全に通行できない可能性があると警告しているのだ。低地では風で木が倒れたり、山では吹雪になったりするのだ。また、激しい雨で土砂崩れや洪水が起き、道路や橋が閉鎖される可能性もあるのだ。長距離の移動は本当に行うべきか、慎重に考える必要があるのだ。沿岸地域では秒速35、40メートルもの突風が予想されているのだ。これはフルストームと呼ばれる暴風雨にハリケーン級の突風が加わるくらいの強さなのだ。このような強い風は何らかの被害を引き起こす可能性があるのだ。波もかなり高くなるから沿岸部には近づかない方が安全なのだ。4つ目のニュースなのだ。ノルウェーの公共交通機関で地元民になりきる方法という記事なのだ。ノルウェーの公共交通機関で地元の人に完璧に溶け込む方法を知りたい？それならずんだもんがとっておきの秘訣を教えるのだ。観光客に見られずにノルウェーを楽しむための5つのコツがあるのだ。まず1つ目は編み物をするなのだ。ノルウェー人は通勤中に編み物を楽しむ人が多いから、半完成の靴下やセーターを編めばあなたも一瞬で地元民なのだ。もし誰かに尋ねられたら、おばあちゃんがデザインしたパターンを編んでいると答えるのが上級者なのだ。混んだトラムで一目も落とさずに編み物をこなせたらさらにポイントアップなのだ。2つ目はパーソナルスペースを大切にするなのだ。ノルウェー人は個人の空間をとても重視しているから、バスや電車、トラムでは周りの人との間に十分な距離を取るのがマナーなのだ。たとえ車両がほとんど空いていても、唯一の乗客の隣に座るのは避けるべきなのだ。ノルウェー国旗色の見えない泡が自分を囲んでいると想像して、その泡を尊重するのだ。3つ目は、静かに会話するなのだ。公共交通機関では静寂が禁なのだ。大声で話したり、笑ったり、電話をしたりすると、外国人だとバレてしまうのだ。金曜や土曜の夜に若者が騒ぐのは例外だけど、それ以外は図書館にいるかのように静かに振る舞うのだ。電話は短く控えめに、できればテキストメッセージを使うのが良いのだ。4つ目は、アウトドア用品を持ち歩くなのだ。ノルウェー人は大のアウトドア好きで、スキー板や釣り具を公共交通機関に持ち込むのが当たり前なのだ。エベレスト登頂用のバックパックを背負ったり、スキー板を肩に担いだりして、まるでそれが日常であるかのように振る舞うのだ。カジュアルだけど少し冒険的な雰囲気を出すのがポイントなのだ。そして最後は、無表情を保つ瞑想顔なのだ。ノルウェー人は公共交通機関で深く考え込んでいるかのように、遠くを見つめて無表情でいることが多いのだ。これは退屈しているわけではなく、文化的な規範なのだ。急いでいても、心配事があっても、人生の意味を考えていても、常に落ち着いた表情を保つことが大切なのだ。見知らぬ人と目を合わせたり、フレンドリーな笑顔を見せたりするのは避けるのだ。これらのコツをマスターすれば、あなたもノルウェーの公共交通機関で完璧な地元民に見えるはずなのだ。さあ、実践してみるのだ。5つ目のニュースなのだ。ノルウェーの就労許可、滞在許可問題に弁護士は必要という記事なのだ。みんな知ってるかなのだ。ノルウェーで働いたり住んだりしたいとき、就労許可や居住許可の申請って結構大変なのだ。だから弁護士さんに相談した方がいいのかなって悩む人もいるはずなのだ。ノルウェーは生活水準が高くて、いい仕事も見つかりやすい、とっても魅力的な国なのだ。でも他の国から移住するときは手続きが複雑なことが多いのだ。特に EU や EEA 以外の国から来る人は書類がたくさん必要になったりするのだ。就労許可っていうのはノルウェーで働いて住むための許可なのだ。いろんな種類があるし、申請には書類をたくさん準備してお金もかかるのだ。居住許可はもっと広い意味で
ノルウェーに長く住みたい人がもらう許可なのだ。家族と一緒に行ったり、学生として行く人が多いのだ。これも申請手続きが複雑で、時間がかかることもあるのだ。じゃあ、どんな時に弁護士さんに助けてもらうのがいいのかなって思うのだ。例えば、こんな時なのだ。まず、とっても複雑なケースや状況が変わった時なのだ。もし君の状況が特別複雑だったり、ノルウェーに来てから仕事が変わったり結婚したりした場合は、弁護士さんに相談すると、どうすればいいか教えてもらえるのだ。次に、言葉の壁がある時なのだ。ノルウェーの公式文書は当然ノルウェー語なのだ。もしノルウェー語があまり得意じゃなかったら、弁護士さんが書類の準備や役所とのやり取りを手伝ってくれるのだ。これは本当に助かるのだ。それから、申請を間違えちゃった。却下されちゃった。事務弁護士さんの出番なのだ。申請書類にミスがあったりすると、許可が遅れたり、もらえなかったりするのだ。弁護士さんは、ミスを見つけて直してくれたり、もし申請が却下されちゃった時に、どうやって不服申し立てをするか教えてくれたりするのだ。自分の法的権利や義務を知りたい時も、弁護士さんが専門知識でわかりやすく説明してくれるのだ。それに、ノルウェーの移民当局とのやり取りで困った時も、弁護士さんが君の代わりに交渉してくれるのだ。もちろん、すべてのケースで弁護士さんが必要ってわけじゃないのだ。でも、複雑な手続きで困った時は、専門家のアドバイスが本当に役立つなのだ。弁護士さんを頼むと費用はかかるけれど、スムーズに移住するための大事な投資になることもあるのだ。嬉しいことに、中には初回相談を無料でしてくれる弁護士事務所もあるのだ。だから、もし困ったら、近くの弁護士事務所の情報を調べてみるのがいいのだ。頼れる専門家を見つけて、安心してノルウェーでの新しい生活を始められるといいなのだ。ノルウェーは雄大な自然と高い生活水準を持つ、とっても魅力的な国なのだ。今日は大嵐のニュースや失業率の改善、ノルウェー人になりきるコツまで盛りだくさんだったのだ。複雑な手続きは専門家と嵐にはしっかり備えて安全に過ごしてほしいのだ。これからもノルウェーの素敵な情報を伝えるのだ。また見てほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。